速報です。おばあちゃんの知恵でも有名なアロエは医者いらずやアロエは万病の薬と評されている根拠を科学的に証明することができました。2024年8月29日から31日に開催された日本食品科学工学会の第71回大会において、福島大学と東京アロエが共同で実施した木立アロエのイメージング質量分析の実験結果が発表されました。元来アロエには炎症を抑える、細菌を殺すといった抗炎症作用、抗菌作用を持つアロエエモジン、胃腸の働きを助ける、胃を守るといった胃腸促進作用、胃粘膜保護作用を持つアロエニン、便秘を解消する遮下作用、下剤効果を持つアロインといった薬効成分が含まれていることが世界中のさまざまな研究で実証されています。しかし、それらの薬効成分がアロエのどの部分にどのくらい存在しているかは明確にされていませんでした。福島大学では国の先端研究設備整備補助事業の採択を受け、全国の大学で初となる高速質量分析イメージ取得システムを導入しました。このシステムは食品のさまざまな成分を超高精度で視覚的に表示することができるもので、農業や食品科学の分野において飛躍的なイノベーションが期待できます。60年にわたってアロエ化粧品の販売等を手掛けてきた東京アロエは、このシステムの有効性に注目し、福島大学の平教授に自社農園で栽培した有機木立アロエのイメージング質量分析を依頼して、アロエの薬効成分を視覚化する世界初の実験を試みました。この動画では福島大学の高速質量分析イメージ取得システムを使用した食品のイメージング質量分析の活用方法と、その分析で明らかになった木立アロエに含まれている薬効成分の見える化について紹介していきます。今回論文を発表した平教授の所属する福島大学食農学類は、イメージング質量分析という見えないものを見る技術を有しており、その技術力は全国世界でもトップレベルと言われています。まずはじめに、イメージング質量分析がどのようなものか教えてください。はい、イメージング質量分析というのは、20年ほど前に開発された非常に新しい技術になります。そもそも質量分析というのは、ノーベル賞を取られた田中浩一さんが有名ですけども、物の重さを測るという分析法になります。ただ非常に難しいですね、グラフとかスペクトルとかを読み解かなきゃいけないので、なかなか科学の世界では使われますけど、一般のご家庭とかで使うようなものではないんですね。でこのイメージング質量分析というのは、その質量分析のデータを目で見える形にした非常に新しい技術になります。例えばですけども、こちらの図にあるようにですね、いちごの薄くスライスした切片と呼ばれるものを用意して、そこにレーザーを二次元的に一定間隔を空けて分析していきます。そうすると、あるいちごのポイントからはある質量分析のスペクトルが得られるわけですね。つまりそのいちごのその点に何があるのかというのが分かると。でもじゃあどこにあるのかというのは分からないわけです。イメージング質量分析はこの質量分析データを二次元的に表すというもので、こちらの図にあるように一度の測定でいちごのどこにスクロースとかビタミン C とかリンゴ酸とか、そういういちごに入っている成分がどこにあるのかがすぐ分かるというものになります。一般的なのはいちごって先っちょが甘くて上が酸っぱいっていうイメージがあると思うんですけども、このイメージング質量分析の結果を見ていただくと、やっぱりスクロース、甘い成分がいちごの先端にあって、ビタミン C といったものとかが上の方にあると
つまり先が甘くて上が酸っぱいというのが、目で見てわかるというものになります。例えばこれを農業の現場に応用した際なんですけども、こちらの図にあるようにいちごというのは栽培条件を変えることで甘みが増すということが知られています。二酸化炭素の濃度を上げていけばいちごは甘くなる。左の棒グラフと右のイメージング質量分析図では同じことを言っていますけども、どちらの図の方が分かりやすいか。おそらくほとんどの方が右のイメージング質量分析図の方が感覚的に栽培条件変えるといちごが甘いんだな、どのいちごが甘いんだなというのが視覚的に分かるかと思います。このように製品の価値というものを今回で言えば農家の方の努力、栽培をする時の努力というものが棒グラフではなくて、目で見える形で表すことで、例えばチラシとかに使えるんじゃないかな、販促資料とかに応用が効くんじゃないかなというふうに思っています。イメージング質量分析を活用した実際の例を教えてください。実際ですね、このイメージング質量分析を風評被害払拭というテーマで行ったことがあります。福島県の特産品の一つにあんぽ柿、干し柿ですけども、あんぽ柿というものがあります。非常に美味しくて有名で皇室にも献上されているというものになります。ただ震災以降ですね、未だに出荷制限がかかっているというような現状があります。もちろん安全ではあるんですけども、消費者の方に完全に安心してもらうということができないという状況、つまり風評被害です。そこで我々はあんぽ柿のイメージング質量分析で美味しいだけではなくて体にすごくいいんだよというのを見える化したというものになります。こちらのイメージング質量分析の結果なんですけども、左側が干す前生柿のイメージング質量分析像、右側があんぽ柿にした後のイメージング質量分析像になります。ビタミン A1 は干し柿の時には、皮の方にうっすらある程度なんですけども、あんぽ柿にすることで3倍増えているということが今回分かりました。ビタミン A1 は肌ツヤにいいとされている機能性成分の一つです。次にビタミン B1、ビタミン B6 もあんぽ柿にすることで濃縮されて2倍程度増えているということが明らかになりました。これまであんぽ柿は美味しいだけではなくて肌ツヤが良くなるとか食欲が増すとか、あと飲む前に食べると酔いにくいとか、そういったことがですね農家の方々がずっと言ってきたことなんですけども、今回あんぽ柿にすることで、ビタミン A1 は肌ツヤに良くなると言われている、ビタミン B1 は食欲増進する物質と言われている、ビタミン B6 は、アルコール分解を促進する物質として知られてますので、今まで言われてきたことが科学的に目で見えるようになったという結果です。イメージング質量分析を行うことであんぽ柿のように食品の高付加価値化が期待できるということが理解できました。さて、木立アロエを実際に見える化するためには、木立アロエを凍結しクライオミクロトームで厚さ10マイクロメートルの切片を作成します。次にイオン化支援剤としてナノ微粒子を切片状に噴霧し、質量分析装置を用いて空間分解能100マイクロメートルでイメージング MS 測定を行い、目的成分群の極材解析を試みます。それでは木立アロエのイメージング質量分析を行った結果について解説をお願いします。このイメージとレザルトをこうやってやっていくと、どんどんイメージング像がこう出てくるんですよね。やっぱりアロインっていうのはやっぱり
皮というよりはこれがアロエの光学像になっていて、スキャナで取り込んだ画像ですけど、果皮があって、果肉があるというのが分かりますよね。なんとなく果肉にもこうなんか細胞があるのかなって気がするけど、でここからアロインの極材をどうってイメージしていくと、皮にもあるけど、やっぱり皮と果肉のこう境目にすっごい多いっていうのが分かりますよね。次にアロエニンっていうのにすると、こうなって、果肉にあるのも分かるでしょ。こうで果肉のこうちょっとこうやっぱりこうちゃんとこう細胞の形に沿ってこうあるみたいな。そう。やっぱ果肉と果皮の間にも多いけど。だから毛立ちアロエって今まで果肉も苦い味がするって言われてたのは、これが多分その証明かなっていう気がしますね。でアロエモジンはこうなってやっぱ皮に多い。で果肉には全然ない。やっぱ完全に皮っていうか、やっぱりいろいろ境目の方の下の方に多いね。でもこう本当に果皮にもあるのね、外側。これがアロインとアロエニンの重ねた像なんですけど、緑がアロエニンで赤がアロインです。で黄色くなってるところはアロエニンもアロインもどっちもあるところになります。こうして見るとアロエニンっていうのが果肉と果皮とのこう境界にあるってことが分かって、アロインっていうのが皮にこう極材してるっていうのがはっきり分かるかなと思います。さて、木立アロエのイメージング質量分析による薬効成分の見える化はいかがでしたでしょうか。今回の実験結果では、例えば一般的にアロエベラの果肉は薬効成分が含まれていないため無味無臭であるのに対し、木立アロエは果肉にアロエニンが分布しているから苦味があるということが明らかになりました。他にも木立アロエの有機栽培を担当している東京アロエ伊豆営業所の福島所長によると、これまで栽培農家の間でも伝聞によって認識していたことが目に見える形になると素直にすごいなと感心せざるを得なかったとのこと。さらに木立アロエの果肉により多くの機能性成分が含まれるような栽培方法の可能性についても、土壌作りや使用する肥料の工夫などで苦味の加減含め変えていくことが可能であるという考察がありました。最後に平教授は、抗炎症作用や抗酸化作用などの木立アロエの機能性成分がより多く含まれるようになれば、日常の健康維持はもちろんがん予防への効果もより一層の期待が持てて、木立アロエの付加価値が大きく向上すると、イメージング質量分析が食品の可能性を広げることを力説されていました。いいことですよね。いいこと。農業の面に対してイメージングする分析がいいっていうことですよね。目で見えるデータってすごいパワフルなので、例えばですけど、農家の方がいつ肥料をやったとか、いつ除草したとか、いつ収穫したとかですね、いろいろな努力を、重ねているそうなんですね。インタビューすると、その時にイメージングする分析で収穫した農産物をイメージングすることで、こういう栽培をすれば機能性成分が多くなるとか美味しいとか、そういったことが、目で見える形で農家さんにフィードバックできますので、農家さんにとってみれば、自分のやり方がこれまでのやり方が正しかったんだとか、じゃあこういうふうにしてみればもっと美味しくなるんじゃないか、もっと機能性成分が増えるんじゃないかというようなアイデアの気づきですかね。そういうところにこういう見えるデータというのは非常にパワフルだと思います。僕の研究室は食品機能学っていう研究室なんですけど、
食べることで健康を維持しましょうっていうのが最終目的で、でも例えば健康にいいものって大体こう美味しくなかったりするんですけど、美味しく食べて、健康を維持しようっていうのが大目的でやってます。で実際そのイメージング質量分析っていうのを駆使して、食べ物のどこに美味しいものまたは体にいいものがあるのかっていうのを見つけることで商品の価値を上げていく。じゃあ次に食べた人はちゃんと健康になっているのかっていうことも研究しなければいけないので、食べた側の体の中がどうなっているのかっていうのを、動物実験を通してですけども、調べていますね。全てでも最終的には見える形で論文発表する、もしくは消費者の方にお届けするっていうのを、軸に研究しているので、そういう意味で特に福島大学っていうのはその見える化に力を入れてくれていて、なかなか東北地区、日本にも数台しかないような装置っていうものが揃ってますので、ここでしかできない研究、見えないものを見る研究っていうのができないというふうに思っていますね。